16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は1本の英語論文が世に出るまで50年かかった私と父の初の論文、枕論文についてお話ししたいと思います。皆さんは英語論文と聞くとどんな印象をお持ちでしょうか？難しそうとか、なんだかわかんないなとか、自分には関係ないなんていうふうに思うかもしれません。また一方で、なんかすごそう、かっこいい、役立ちそうと思う方もいるかもしれません。実はとってもシンプルなんです。英語論文を書く、それが公開されるということは、自分の信じる事実、科学、真理を世界中の人々に永遠に伝える方法なんです。 The Journal of Physical Therapy Science という雑誌に私の論文が2023年2月2日に公開されました。なぜこの英語論文が、出たことが素晴らしいのかというと、この向かって右側のパブメドと書いてある、これは、サイエンス、科学や医学やそういった、論文を扱っている検索サイトなんですけれども、特に一定の信憑性の高い、しっかりした理論に基づいた科学的検証の論文だけを扱っている検索サイトなんですね。ここに私の論文が載りました。なのでこのパブメドというところに、例えば検索ワードピロー、枕と入れていただくと、私の論文が現在ですと62番目、ピローハイト、枕の高さと入れていただくと5番目に検索されて出てくるんです。全世界の医学者や科学者がこのサイトを見て、どのような新しい論文が出ているのかを検索するわけですので、そのような方々が認知する、そういうチャンスが生まれたということです。逆に言えば日本語で書いた論文しかないと、ほぼほぼ日本人しか読めないわけですから、どんなに素晴らしい理論であっても世界で認識されることはないわけです。この論文についての今日の講演は、決して論文の内容を紹介するものではありません。論文完成までの8年間、非常にここに書いてある紆余曲折、心理的なさまざまな、アップダウンがあって、最後8年間到達した心の奇跡、どんなに、大変な部分もあったけれども論文化してよかったのかという話について紹介していきたいと思います。これ見ていただくと、スタートは気づきに始まり、論文がないので焦ったり、そんな時同志に会って光が見えてきて、またチーム作りに興奮し、解析で苦悩し、実験が終了して達成感を味わい、データ収集を無心に行い、希望のデザインが、研究デザインができて希望を持って、またやっと論文投稿すると今度不安に見舞われ、何度も何度も論文が断られて失意のどん底、再投稿を、行って奮起し、最終的には論文が受け入れられて安堵したというものです。まずこの気づきについてなんですが、当院は私の父が町田市の成瀬で成瀬整形外科というクリニックを行っておりました。その後、父が亡くなって私は神奈川県相模原市に病院を移転し、16号整形外科という名前で現在まで続けてきております。1972年からなんと50年以上の月日が経ちました。この、整形外科で行っていることというのは大きく分けると2つ。
臨床といって患者様を見てその治療を行うことと、学術といって研究をすること、日々の診療の中からもたくさんの疑問が生まれ、それに対して研究を行って回答を科学的に導くという2つの側面があります。この中でも私は、この学術において父はほとんど論文を残さなかったので、英語はおろか日本語の論文もありませんでした。世界に残さなければいけないこの枕の真実や真理というものに気づいたわけです。英語でないと世界中の人が必要とした場合に手に届かないという厳しい現実があります。向かって左側、臨床と書いてある部分ですが、これが、日常の毎日の診療の中で見られる光景、模型を用いて患者様に説明し、治療の必要性をお話しして実際に治療を進めていく、とても重要なことです。実際に1977年、父が開業して間もなくの頃のカルテを見てみると、この古いカルテの中にここにですね、枕という漢字が書いてあるんです。これは英語やフランス語ではなく、ドイツ語ではなくて日本語なんですけど、横文字のように見えるのは父の字があまり上手ではなかったためなんですが、明らかに枕という文字が見られます。しかし父には枕論文がない。英語はおろか日本語も。また一方で歴史を紐解いてみると、日本における枕の論文はごくわずかでした。世界のオリジン、起源は1940年代のルース・ジャクソン先生の研究だと思われます。枕に関する海外文献と山田の考えはいろいろなところで相違点がございました。2003年当時、日本における枕論文はごくごくわずか。枕で検索しても、床ずれ用の枕、褥瘡用の枕とか、手術中のポジショニング、赤ちゃんの窒息と枕、妊婦さんの横向き用の抱き枕、看護における枕の利用、整体と枕、また整形外科領域ではわずか3本の論文しか見つけることができませんでした。それらも MRI での枕の比較、頸椎捻挫の患者様に対しての枕の素材についてというようなものでした。世界に目を向けてみると、1940年代頃にはすでにこのルース・ジャクソン先生はたくさんの論文、こちらの論文やたくさんの書籍を枕について研究し、頸椎という視点で、多くの論文を残しています。これは私が入手したアメリカの古い書籍の本ですけれども、この頃から精力的に先生は、枕についての研究を行い、実際に本にまとめていたわけです。先生はその後、アメリカの初めてのアメリカ整形外科学会の女性会員となり、1983年には先生の研究室が、設立されました。名実ともに、この頸椎の専門家でいらっしゃるわけです。枕に関する海外論文と私の考え方を比較しています。向かって左が海外論文、右側が私の考えになります。いろいろ細かいことは書いてありますが、赤いところ、一番重要なところを見ていただきたいのですが、枕の重要な条件について、海外では素材が重要、形が重要、温度が重要というふうに考えています。でも私は唯一、この私的枕、一人一人の体格に合った枕の決定、高さを決定することこそが枕の最大に重要な要件と考えているわけです。その結果、寝返りが最もスムーズにできることが重要です。枕の高さについての考え方の違いを見てみましょう。海外の論文は5センチの差
を重視しています。例えばある論文では5センチの枕と10センチの枕と14センチの枕を比較して論じているのですが、私からすればこれはあまりにも大きさ、ゼロの数が違う5ミリで考えなければいけないと考えているわけです。ですので大きな差が日本と海外ではあるということ、この結果からも分かります。次に研究計画と実行、同志に出会う、メンターに出会いチームを作る、当社当院のフォロー。実際に何か研究を行おうと思うと多くの人の手助けを借りて、そしてチームで研究を進めていかなければなりません。トップにあるのは総合的な指揮者、次にデータサイエンス、統計解析、さらにデータ解析や論文調査、もっともっとベースの仕事で言えば研究計画を立てて実際に実施しデータを収集する人が必要になってきます。それも精力的にやってくださる発起人の人が必要なわけです。多くの手を借りてやっとこの論文が出来上がるわけです。実は山のようにたくさんの必要な書類というのもあります。研究をやり始める前に計画書、倫理審査の依頼書、患者様の説明や同意書、また、もし途中で患者様が研究に参加することを中断したいといえばそれに対する同意書、撤回書も前もって取らなければなりません。などなど左に書いてある山のような書類を提出しないと研究を始めることはできないんです。一方右は臨床研究を行うためには、正しい臨床の考え方を持っているかどうかということが試されますので、私もオンラインで授業を受けてきちっとこの臨床入門の資格を取って研究に臨みました。研究がうまくいって、データを収集できたら次にデータ解析と結論になります。論文は研究発表とは異なる次元の高い精度が求められます。研究デザインの重要性、どんな結論を証明したかによってデザインが変わってきます。データ解析によって伝えたいメッセージが変わります。研究デザイン、一言で言いますが、最終的にどんなことを証明したいか、どんな結論を導きたいかによって研究デザインスタートの時点が変わってきます。外来で多くの患者様を見て枕って有効だなと思っていたことが実験・研究を通して本当に科学的に客観的に証明するためには非常に重要なこのデザインということに注意を払わなければなりません。特に、軽物のみではなくさまざまな睡眠の障害を含む身体化症状が改善しているということについて有効性な統計的な差が出るのかどうかというデザインを組みました。解析方法、統計処理の段階でもさまざまな方法がありますが、私はこの専門家ではないので一緒に行った東京大学22世紀医療センターの松平教授、岡教授のアドバイスをいただいて、このような、素敵な研究デザインを使うことができました。ここでは詳細は特に申し上げませんが MCID といって、患者様にとってこの結果が本当に臨床的に意義がある差となっているのかどうかということを検証する一つの方法となっています。論文化の難しさ、初めての論文投稿は困難の連続、雑誌社からは何度となくこの却下、論文を受け入れてもらえないという現実があって、それに耐えながら、学びながらまたトライするしかないんです。
世界的に有名なジャーナル雑誌がありますけれども、私の目的は、そういった高度なジャーナルに載ることというよりも、世界中の人にこの枕の真理が伝わることが目的だったので、その雑誌の高度さを測るインパクトファクターというものにとらわれずに投稿しようと決めました。まずは枕の高さ、寝返りの重要性について、今回の研究 SSS8 という方法を用いた研究を、成果を発表したかったんですが、その前に枕の調節法や寝返りのスムーズさということを定義しなければなりません。これだけでも一苦労です。前もってその定義をする論文も用意しましたが、なかなか受け入れられることはありませんでした。このような長い長い苦難の道のりを越えて8年間もかかってやっとこの医学論文が1本世界に出たわけです。振り返ってみると、私はこの枕の理論を世界中の人々に永遠に知ってもらうチャンスを得たということが一番重要な今回の効果だと思っています。そして諦めなければどんな高い山でも必ずゴールにたどり着けるということも自分自身学びました。これから、永続的にこのインターネット上に掲載された論文は紙の論文とは異なりますので、印刷されなくなって廃盤になるということはありません。いつまでもこの理論がインターネットが続く限りは誰でも閲覧、見る、読むことができるようになったわけです。これで私の今回の発表は終了します。ぜひ私以外にも多くの医師や科学者が自分の信じる理論を英語論文という形で世界に発表していく。それによって私たちは大切な重要な科学を知ることと実施することができるので、とても重要なことだと考えています。ご清聴ありがとうございました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。